レースドライバーね、今ちらっと見てたんですけどね。でね、横野さんの分をちょっと着させていただいております、というところでね。じゃあ今回の新商品の一押しは、まあ一押しはもちろんその YD2RX。 YD2RX、結構もう予想してた方も多いと思うんですけれども、R の最上級モデル、今までのキットと同じような感じではあるんですけど、まず一番の大きな違いはバッテリーが後ろ寄りに乗ってる。前のアッパーデッキとかだと、ここにこのアッパーデッキポストがあったもので、ここにモーターしか乗らなかった、でバッテリーが前に出ちゃった。それを、まあモーター当然 R なんで後ろなんですけども、バッテリーを、このポストの位置を変更してバッテリーを後ろ側にして、まあ、リアトラクションを稼げる。そうですね、ここにあったのがここに来たっていうことですよね。かなり違う、フロントを軽くリアを置くっていう今の潮流にはちょっと合ってるかな。なるほどね。あとまあちょっと細かいですけど、フロントのカーボンのダンパーして、あれこれって初めてでしたっけ？そうなんですよ。キットとして使うのは初めて。これはね、そこそこ売れてます。これは値段的にはね、いろいろついてるんですけど、今までと一緒の6万2000円で。そういう風になってね。でリアもこういう風にモーターマントもいい方がついてる。ちょっと高級なやつですよね。で今までって、紫と赤って限定だったんですけど、これからは紫と赤もレギュラー商品していきます。ってことは3色からも選べる。そう、常に3色ですよね。結構やっぱり赤と紫欲しいっていう人が多くて、なるほど。どうしても品切れになってしまうので限定だと。あとなんで赤と紫ないのって言われちゃうことが多いんですよ。特に海外とかも、海外の人は結構赤紫好きだね。まあ日本でもよく言われるので、まあレギュラー商品にして、まあパーツも供給してっていう形になるので、他のアルミパーツも赤にして出してくれとか、っていうことで。その一環として、リアモーターマウント、ESC マウント、赤と紫。これはもうレギュラーモデルとして。そうですね。そういうことなんだ。まあ黒は当然出てましたけど、基本的にこういうふうにオプションパーツは全部3色で展開している。これでもう一回ちょっとじっくりとってみますね。下のメインデッキとアッパーデッキも新たなに新規ですよね。新規はここかなね。でこちらのところね、モーターとかはねこれキットなんでついてないんで、また別途お買い物ですね。これはあくまでも展示用ということですね。じゃあさあ価格も6万2000円っていうことで結構値打ちですよね。そうですね。全体で言うとね、かなりオプションパーツ的なもの、パーツも多いですし、まあ結構買い得だとは思う。そうですよね。SX とかでも結構値打ちだなと思ってね。そうですね。SX かなり高いですね。あれかなりね。SX よりももっとリアトラクションが欲しいっていう方は、その方がいいかもしれない。なるほど。そうだ、これもカラーですね。アッパーアイアーム。これも前はこの三角形になったんですけど、アイアーム形状にすることでちょっと軽量化と。少し軽くなってます。少し軽くなってます。あとは前後のキャスターの調整幅がちょっとだけ取れてます。なるほど。じゃあ便利ですねこちら。そうですね。あとはオプションパーツ、これモーターのクリーンファンなんですけど、これも色付きで。これも色付き3色。アルミの筐体でクリーンファン。クーリングファンもいろんな色があるんで、こちらもおしゃれに揃えることができるっていうところですよね。あとはチタンシャフトのローターのモーター。チタンシャフトのローター？ブラシレスモーターって、このシャフト、中の方でちょっと太くなって、なってますよね。そこの部分がチタンになってるんですよ。これチタンにして何がいいんですかね。結局そこで軽量化が行われることと、あと磁力が若干弱くなったのなので、どっちかというと回転型、高回転型のモーターに仕上げられる。より滑らかな感じになるんですかね。そうですね。滑らか、立ち上がりも滑らかだし、あとは回転の落ち方も滑らかになる。割とコーナーを転がしやすい。あんまりドカンっていうパワーではなくて、滑らかに立ち上がりたいっていう人はこっちの方がいい。なるほど。
コギングはじゃあ弱め？コギングかなり弱いです。ちょっとだけ触ってもらっていいですか？結構ちょっとスルスル。あ、本当だ。滑らかですね。もうトルクタイプだとね、もう回んないガタンガタン言うぐらいガチガチですありますもんね。こうやってシューって回るぐらい。まあこれはでも人によってです。いい人と悪い人と。なるほど。これタイプ R の方だけにあるってことですよね。タイプ R の方ですね。回転型の方だけより回転が高くなる。そうですね。R でこういうのがありますよっていうことで。で、これはね、新しくなりましたよね。前はアッパーデッキとかついたり、あとはフロントバルクも分割式だったんですよ、昔は。はいはい。それを一体型のバルクにして、アッパーデッキは別売りです。はい。アッパーデッキはシャーシごとに合わせて買わなきゃいけない。なるほど。それは別に買っていただいて。最初ね、普通の YD2E だとか S だとか変わった人っていうのは最初クランクタイプになってるんでね。そうですね。多分みんなこれはゆくゆくは欲しくなると思うんで。ドラッグはやっぱり欲しがられる。ですよね。ちょっとね、上手くなった人とかこれ結構おすすめのアイテムなんで、ぜひともね、おすすめです。おすすめです。あとはこれ最近発表されてましたよね。結局アルミの部分はさっきまでのパーツと一緒で紫と赤も出します。あ、これも？はい。でちょっとだけ気を使ってて、こっちだけ面取りしてあるんですよ。はい。シャーシ持つ時って結構こうやって持つ人多いじゃないですか。はい。ここは痛くないよ。あ、ここが僕らおじさんなんで、こうやってずっと触ってるだけあんまりこれにやったらよくないですよね女性にも優しい。やばい、来ましたね。いや来ましたね、なんか青年が女性にも優しい。ちょっと今日社長さんに睨まれてるんであんまりボケれないからこれはアルミに比べて3グラム3グラム軽くなってます。その3グラムやっぱでかいですよ。でかい高いところにある3グラムと低いところにある3グラムだったらこれナンバーステなんで高いところに来るんで、その3グラムはやっぱりかなりこの効きますね。同じ3グラムでもたかが3グラムでも対価はできるぐらいになると思います。やっぱり最近の傾向としてはフロントは軽く、リアは重くっていうところですよね。特に今回のRCDC のレギュレーションで、リア軸の荷重が950っていう、ノーマルの YD2 で組むとちょっと足りないんですよ。それで今回はそれをカバーするためのウエイト関係のパーツを新しくこちらですよね。これは今もう出てるブラス製のサスマウント、真鍮製のサスマウントですよね。これも大体片方で 10g 以上になるので、前後で20何グラム、21グラム。これちょっとレジで打ち終わったステッカーがついてるんですよ。これ剥がしてもいいですか？これね、剥がしたら困るんですよ。これダメですか？これすごく大切なチームズっていうサブブランド。何ランド？サブブランド。サブブランド作りました。これ？これね。チーム横が手掛けるコンペティションアイテム、チームズバイ横もボリストっていうことですね。今までの横物オプションパーツって割と汎用性は高いんですけど、あんまり尖ったものがなかったんですよ。やっぱり他のサードパーティーの方とかいろんなね工夫されたパーツを出してきて、やっぱりコアなユーザーとかはそれに飛びついたりする傾向があるので、横物できればそういう流れに乗りたいな。今回のイードリフトもそうなんですけど、レギュレーションであんまり自作パーツが許されないような今形になってますよね。やっぱりメーカーがそういうパーツをもっと出していかないと、なるほど。カバーするためにこのチームズっていうブランドを立ち上げて、そこでチーム員が欲しがるものを作っていく。もっと尖った形でやっていこうっていうですね。じゃあまずはとめちゃんモヒカンにしてもらおうかな。ちょっと尖っても石岡隼人君には入れ墨でも入れてもらって。そうですね。怖いですね。石岡隼人の入れ墨。そういう尖った感じで。そういう尖った感じで。ちょっとね社長が見てるんでちょっとね。ちょっと変な汗が出てるんですけど。おどおどしてますよね。いつも言ってますけど。やべえなっていう感じなんですけど。ね、これはプロトタイプなんだけども、こちらからいきますか。これはリアハブキャリアウェイト。これは横物リアハブの
つけるとこありましたっけ？つけるここはネジがわかるかな、ネジどこ？ちょうどこのネジが見えるこちらの方にはいあると思うんで、そこにドンピシャでネジがかかるように。なるほどなるほど。これで確か7グラムぐらい。そうですね。じゃあ14とかねつけれる。5グラム強ぐらいあります。で次は効きますよね。結構ね、やっぱりバネ下の直接トラクションのかかる部分なので、もう5グラム10グラムでも全然いけますか。なるほどなるほど。結構そうですね、この会場でも、ここに汎用性の重りを背負ってる車結構多かったんで、はい、ぜひスマートにそうですね。つけられるんで、おしゃれですよね。オシャンティーなアイテム。一応キャリパーのね形してますからね。これがこうつくのかな。こうですね。ちょうどこうやってキャリパー風にこう中で。なるほどなるほど。はいなりますので、はい。これいいですね。軸が重なっちゃうとなんだかなって思うけど。そうですね。回転が悪くなっちゃうんで。で次にはこれハイトラクションギアボックススペーサー。あ、これです。これはね、ちょっと語っていい？ね、ウェイトもそうなんだけども、ギアボックスを上げるとデフの位置が上がるんですよ。ありますね。そうするとユニバーサルシャフトがこういう風に角度がこの角度。もう一回やってもらっていいですか。こういうふうに。こうなってるものがこういう風に角度を。はい。これを回転させるとこっちのアクセルがこっちに戻ろうとするんです。こうなってるとこういうふうに戻ろうとするんですか。まっすぐになろうとするので、ここでトラクションを稼げる理論なるほど。がこのプレートでできるんです。これ何ミリ上がるんですか。これ今のところ2ミリです。2ミリですか。もちろん重ねて使ってもいいです。2ミリやつで重ねてってことですね。でもともと僕もそれをテストしてて、実は普通にスペーサーで上げてたんですよ。でもスペーサーで上げるのって結構あそこに入れるのに大変なんですよ。あれね、僕大嫌いなんですよ。みんなちょっとこれ丸いから貼ったりとか、ピンセットでこうやってやってますもんね。それがちょっと面倒で、開発の方にこれ何とかしてくれ。最初はただのプレート作ろう。どうせ作るんだったらウェイトにしたら面白いね。なるほどね。これいいですね、なかなか。でこれは今まだこれサンプルパーツなんですけど、こちらもアルミで作って、まあ6点。これなんですか。これはね、ギアボックス上がるとアッパーデッキも上がっちゃうんで、アッパーデッキの前側のところにこのスペーサーをこれね、上がってここの上がったところをつけるっていうところですよね。なるほど、よく考えてますね。このカラーもそういうことですよね。そうですね。でこれ最後テーパーピストン。テーパーピストン。はい。まあこれもチーム員の意見から生まれたものなんですけども、ピストンがね、これ見える？テーパー形状になってるんですよ。見えます。はい。で結局まあ表にしたり裏にしたりすると入りと出のストロークのフィーリングのそうですよね。違いが出るので、じゃこのテーパーのところでまあ上にしたり下にしたりすることでそのダンパーのその動きを伸びが速くするのか、例えば縮みが速くするのかっていうのをフィーリングですよ、あくまで。そんなに極端に変わるわけじゃなくて、ちょっとしたフィーリングが変えられる。であともう一つね、この穴が今6つ開いてるんですけど、あれ見えます。大丈夫です。この穴が斜めに開いてるんですよ。穴もピストン普通はこのシリンダーの方向にまっすぐ開けるんです。そうですよね。それを斜めに開けてるの。あえて。なるほど。そうすると細かい振動の時は普通に作動するんだけども、急激な入力ドンってきた時に、ちょっと抵抗感が出るので、そこで車が暴れにくくなる。なるほど。特にドリフトは柔らかいオイルを使うことが多い。そうですよね。その辺で強い衝撃にも対応しやすい。なるほど。仕上がり。結構考えられてますね。そうですね。それで穴系もね、今までのものよりも大きいんですよ。1.2 ミリと 1.1 ミリの。そうですよね。でこれはもともと柔らかいオイルを使うことが多かったんじゃないですか。みんな50番とか100番とかシャバシャバのオイル使うんだけど、そうするとオーリングの中でシャフトが動こうとするときに、ちょっとした時間で油膜切れを起こすんです。で瞬間
後輪が張り付くことがあるので、走行中でもそれが起きるんですよ。そうするとダンパーの動きが悪いので、硬いオイルを使う方がいいんですよ。300番、400番。そのオイルを使うためにはピストンの穴系を大きくしなきゃいけないっていうことでこの。じゃあこれちなみにこの開発とかっていうのはやっぱりそのツーリングでいいドライバーいっぱい抱えてると思うんですけども、あとまあね後世とか光君っていうのがいて、その辺で意見をまとめて開発っていうことです。矢田部アリーナがつくば RC パークという。なるほどね。流れいいですねこれ。こういう感じでつくば名称が変わりまして。なるほど。で今までのアリーナの施設はね、そんなに変わってないんですけど、オフロードコース新しくなったり、あとはレンタル用の初心者向けのレンタルスペースを建てて、そこでレンタル貸し出しして、今までの既存のユーザーじゃない人たちを迎え入れて、どんどんそのラジコンから盛り上げていこうっていうのが。なるほどね。じゃあより初心者を取り込む形ですよね。完全にラジコン触ったことない人。でそこには別にうちの商品だけじゃなくて、トイラジが結構置いてあるんで、だからもう本当に横もだけじゃなくても、それこそ狭小の製品が置いてあるし、他の上善とか同友社とか、そういう全然今まではうちとはなんていうのライバルメーカーだったところの製品もちゃんと扱って。なるほど。とにかく横尾さんとしてっていうのもあるんですけれども、その間口を広げるっていうところなんですよね。うちの製品だとどうしてもそこはカバーしきれないので、その辺は他のメーカーさんの商品をお貸しいただいて。なるほどなるほど。そんな帰ってきました。そうですね。今ちょっとスポッター行ってきました。どこね？スポッター。今スポッター本当にガチでスポッター行ってきました。とりあえずそんな感じ。そんな感じですね。じゃあこちらにねぜひ遊びに皆さんぜひ来てください。行ってみてください。そうです。これ僕いるんで。そう。トメがずっといます。僕常駐してせっかく買ったのに走らせる場所がないとか、コースの仕切りが高いなんて人とかがもしいればもう。ここにぜひ来ていただいて僕のこと指名していただければ、手取り足取りなるほど。いろいろとできると思います。指名料はいくらですか？指名料はすみませんワンタイム2000円です。これ田舎のキャバクラ価格でお願いします。高っ。いや僕は1000円でいいです。しょうがない。半分なんですけどね。優しく教えてくれると思いますので。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。